はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼健康美容食育士の海老原貴弘です。今回はですね、自律神経症状の4つの原因と治し方についてお伝えしたいと思います。で、あなたは自律神経症状、または自律神経失調症と思われる症状でお困りではないでしょうか。頭痛であるとか、嘔吐や吐き気、ほてりやしびれなど多彩な症状がいろいろ出てきてしまう自律神経症状なんですけども、一番辛いのは原因がわからなくて治し方がわからないというところだと思います。特定の内臓の炎症とかね、異常であるとか、そういった感染症であるとか、病気であればですね、何か治さないといけないものがあるなら治すんですけども、神経の異常ですか？何したらいいんですかって思いますよね。自律神経症状で言われてもですね、じゃあその自律神経症状ってどうやって治したらいいのかって分かんないじゃないですか。そうなんですよね。自律神経症状が出てしまっても原因や改善方法があまり知られていないですので、実際にですね、病院で診断を受けても何をしたらいいか分かんないという方が非常に多くて、ただ症状に耐えるという辛い毎日を送っているんですよ。そこで今回はですね、そんな方がもう迷わなくて済むように、ちゃんと努力をしたらですね、改善できるように、自律神経失調症の原因と対策をお伝えしたいと思います。でもしあなたがですね、そのような症状であるとか、原因がわからないような症状でお困りなのであれば、今回の原因と対策を行っていただくことで必ず改善が見られますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、また今回の内容はですね、全部字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、自律神経症状の4つの原因と治し方についてお伝えしたいと思います。で、自律神経症状ってとても辛いものなんですよね。頭痛はね、大変だと思いますし、動悸であるとか、ほてりとかって大変なのって思うかもしれませんが、結構ね、そういった方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にですね、この症状が頻繁にですね、現れるようになってしまうと、とても不安になりますし、仕事などもね、行いにくくなりますから、結構厄介な症状なんですよ。ですから、早く改善したい、治したいという方が非常に多いんですけども、じゃあですね、自律神経の異常って何なのかご存知ですか？今回はですね、自律神経についてまず知っていただいてから4つの原因とその治し方をお伝えしますが、ちょっと長くなるんですけどね、ちょっと長くなるんですが、その分ですね、ちゃんと原因から改善する効果っていうのは必ずありますので、頑張って最後までご覧になってください。で、じゃあですね、まず自律神経って何なのかなんですが、自律神経にはですね、2つの神経があるんですね。それが交感神経といって緊張している時に働く神経と、副交感神経といってリラックスしている時に働く神経の2つがあるんです。で、この2つの神経はお互いに反対の働きをしますので、お互いをですね、切り替えながら体に作用しているんですね。緊張している時とリラックスしている時とそれぞれ働きが違うんですよ。で、この2つの神経ですね、自律神経があることで私たちは内臓であるとか血管の働きとかがね、自動でコントロールをすることができて、体を維持することができているんですね。で、例えば、運動であるとか緊急などの際にはですね、交感神経が働いて心臓の動きが活発になって全身の血流量を増やすことで、とっさの対応に備える体制を作ることができますし、運動中にはですね、消化活動であるとか排泄とかのね、こういった活動は必要ないわけですから、内臓へと送られるその血流量っていうのはあんまり必要ないですので、それを減らすようにコントロールすることがする働きがあるんですよね。で、逆にですね、リラックスしている時には全身の筋肉にですね、それほど血流量って必要ないじゃないですか。そのリラックスしている時にね、いきなりガッて動かないといけないとか、そういったことってなかなかないですよね。ですからこの際にはですね、心臓の動きというのはゆっくりになって、反対にですね、消化活動やその排泄行動など体の健康を維持するための活動がメインになるんですね。ですから私たちのその体はですね、自動的に活動量に合わせて神経の働きが切り替わるというすごい機能があるんですよ。
ですが、このとてもですね、重要な自動で神経を切り替える機能にですね、異常が起こってしまうのが自律神経失調症、自律神経の乱れなんですね。で、この自律神経は全身の様々なコントロールを行っていますので、今話しただけではないんですね。瞳孔を開いたりだとか、その呼吸とか、涙の量とかね、鼻の量とか、いろんなところを管理してるんですよ。なので、これにですね、異常が起こってしまうのが、その自律神経失調症なんですよね。で、この自律神経はもう本当にいろんなものを管理していますので、自律神経が乱れてしまうとですね、症状というのは実に多彩なものが出てくるんですね。例えば、体の問題であればですね、吐き気であるとか、手や顔に異常に汗をかいてしまうようになったりだとか、ほてりだとか、全身のだるさ、頭痛、肩こり、手足のしびれ、動悸、不整脈、めまいであるとか、不眠などがあるんですね。そして精神的な問題ではですね、不安が強くなってしまうであるとか、緊張感が取れないという症状とか、イライラしたり、記憶力や集中力が低下したり、感情の起伏が激しくなるといった症状があります。で、この全ての症状があらゆるわけではなくて、1つであったり、2つ3つのね、その症状の組み合わせで出てくることが結構多いですね。で、またですね、あと自律神経が異常を起こすと内臓にも影響が出てくるんですよ。例えば、胃酸がですね、過剰に分泌されてしまうようになってしまったら、胃が傷ついてしまいますので、胃の痛みであるとか、胸焼けなどを起こす神経線維炎という状態になってしまったり、腸の働きが悪くなることで腹痛とか下痢とか便秘などが起きる過敏性腸症候群というものになったり、突然ですね、呼吸が苦しくなって速い呼吸を繰り返す過呼吸症候群とか、他にもですね、臓器の異常によって様々な症状というのが起こってくるんですね。ですので、いろんな症状が出てしまって結局原因は何なのっていうのが自律神経症状なんです。で、この自律神経症状を作ってしまう原因なんですが、この原因には大きく分けて4つあるんですね。それが、まず1つ目が病気、2つ目が生活習慣、3つ目が食生活、4つ目が体の問題です。で、これを対策することで自律神経症状を改善することができますので、順に説明していきますね。で、まず最初に疑うべきものなのは病気です。自律神経の病気はいろいろありますが、まず最も多いのは糖尿病で、その他にもですね、末梢神経疾患も結構ありますし、加齢によるものもありますし、パーキンソン病であるとか、その他にも様々な病気によって自律神経症状や自律神経症状に似た症状を引き起こしてしまうんですね。で、いきなり病気の話かよと思うかもしれませんが、これはですね、対応すべき順番でもあるんですよ。で、もしあなたがですね、自律神経症状かもと思ったとき、それがですね、病気である可能性をなくすためにも、まずは病院を受診しておく必要があるんですね。というのも、病気の中には休養する場合もあります。例えば、脳血管障害で起こる頭痛を放置していれば、脳の壊死が進んでしまって、後遺症がひどくなってしまったり、ひどい場合にはね、最悪の場合、命が失われてしまう場合もありますよね。で、その他にもですね、命に関わってしまったり、緊急性の高い病気があるんですよ。ですから、まずは病気を疑って病院受診をしていただいてですね、そして様々な検査とお医者さんの診断を受けた上でですね、病気ではないという確証を手に入れたいんですね。そうすると、自律神経症状だというふうに、それ自律神経失調症だということが確信が得られますので、とりあえずその後遺症であるとか、命の危険性が守られるということが、できるんですね。でもほとんどの方はですね、自律神経症状が現れると、動悸であるとか、息切れがしたりとかね、吐き気があると結構不安になりますので、まずは病院受診する方は結構多いです。そして病院受診をしてもですね、病気ではなかったら、自律神経失調症とか近い病名がついてですね、症状を抑えるだけの薬が処方されて様子を見ましょうと言われることが多いんですね。ちょっと言い方悪いですけど、本当にこういう方が多いんですよ。というのも、自律神経失調症をですね、治すことができる薬ってないからですね、症状を抑えて様子を見るしかないんですよ。ですからそこまでいってですね、自律神経症状を改善するために打つ手がなくて困っている方が多いんですね。薬を飲んでるけれども、これでいつになったら治るんだろうとかね、ずっと薬飲まないといけないんだろうかとか、そういった方が多くなってくるんですよ。で、この病院受診をしても原因がわからないとか、様子を見ても改善しないという方は、次の原因に
対策を行っていく必要があります。で、これは病院でも原因として指摘されるかもしれませんが、2番目の問題は生活習慣ですね。で、自律神経は生活習慣によって乱されてしまって、異常を起こしてしまう場合があります。例えば人間関係や仕事のプレッシャーなど精神的なストレスとか、強い光であるとか大きな音を受け続けるなどの身体的なストレスで、また過酷な労働や長時間の仕事などの過労であるとか、慢性的な寝不足ですね。このような体に負担のかかってしまう生活習慣があると、自律神経に負担をかけ続けてしまいますので、これがきっかけとなって自律神経症状を出してしまうんですね。ただですね、生活習慣は、原因になる場合もあるんですけども、きっかけになることの方が多いですね。つまり、その次にですね、紹介する食生活の問題と体の問題がベースとしてもうすでにあってですね、以前からもう作ってあって、そしてこのストレスや睡眠不足が体に負担をかけることで、これが引き金となって一気に症状が溢れ出てしまうというパターンの方が多いですね。なので、これらも改善する必要があるんですが、これはあくまできっかけでもっとベースのものがあるということが多いです。ということでね、次に原因である、3番目、食生活の問題ですね。で、この原因がある方はかなり多いです。で、なんでこの食生活が問題になるかなんですけども、これはいろいろ原因があります。例えば、ホルモンの問題がありますね。で、私たちの体には自律神経によって管理されているホルモンという働きがあります。ホルモンは体内時計を管理したりだとか、覚醒度とかね、意識の覚醒度とか、精神状態にまで関わっているんですね。他にもいろいろ働きがあります。血圧を調整したりだとか、血糖値を調整したりだとか、いろんなその働きがあるんですね。で、例えばですね、セロトニンという脳内ホルモンがあるんですが、これですね、腸から作られているんですよ。で、これが不足してしまうと、活気がなくなってしまってですね、不足するほどネガティブにどんどんなっていく。そうして最終的に抑うつ状態になってしまうんですね。ですからとても重要なホルモンなんですけども、これはですね、先ほど言ったように腸の中で作られていますので、いい腸内環境が必須となるんですね。で、腸内環境を良くするためにはですね、悪玉菌を増やす食べ物をできるだけ減らしていただいて、善玉菌を増やす食べ物を多く食べる必要があります。あとストレスとかも関係するんですけどね。なんですけれども、今その多くの現代人ではですね、健康的な食事が失われてしまっていて、例えばコンビニ食品とかファーストフード、菓子パンとか外食、お弁当やお惣菜、冷凍食品やインスタント麺など、体に悪い、腸内環境に悪い食事をする方がとても増えてしまっています。で、このような食事ばかりだと腸内環境が悪く、セロトニンが出せなくなってしまうんですね。で、セロトニンは睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの材料にもなりますから、セロトニンがないということは睡眠の質がとても悪くなってしまって、睡眠不足が続いた結果ですね、先ほど言ったように自律神経症状を引き起こしてしまう、自律神経症状になってしまうケースもあるんですよ。で、またセロトニンを作るための材料としてトリプトファンというアミノ酸やビタミン B6、 あるいは炭水化物などが必要となってくるんですけども、食生活が悪いとこの材料が揃わなくてですね、同じように鬱になったりとか、睡眠の質が悪くなってしまったりするんですね。で、この場合にはですね、腸内環境を整えたりだとか、ホルモンになる材料、その材料ですね、必要な栄養素を取る必要というのがありますよね。で、また細胞を傷つけてしまう活性酸素や過酸化脂質という物質、あるいは糖化という反応もあるんですけども、これらが多すぎると内臓を傷つけてしまいますので、例えばですね、内臓が炎症を起こしてしまったり、ホルモンを出す器官が傷ついてしまってホルモンの異常を起こすというケースもあります。で、内臓にはですね、自律神経がたくさん走っていっていますので、内臓の異常があると自律神経までその影響を受けてしまって、自律神経が乱れて症状が現れるというケースもあるんですね。で、この場合には細胞を傷つけてしまう物質を取らないようにしたり、分解するための栄養素を取る必要があったりだとか、あるいはですね、この糖化という反応とかね、過酸化脂質においては、油であるとか糖質を取りすぎないということも必要になるんですね。で、他にもですね、食生活が原因で自律神経を乱してしまうケースというのはたくさんありますので、その先ほどね、ご紹介したようにビタミン B6 が必要だよとか、あるいはその炭水化物が必要だよとか、トリプトファンが必要だよというところだけを覚えてですね、じゃあこれとこれとこれを取るっていうふうに、こういったピンポイントでこの栄養素だけをたくさん取るという食事の取り方をするわけではなくてですね、
あくまでもバランスのいい食事をする必要があるんですね。じゃないと、もうどれが必要かっていうのはなかなか覚えきらないんですよ。一つのビタミン取ったとしてもですね、そのビタミンを助けるミネラルであるとか、他のビタミンとかもありますので、一つだけが大事ということではないんですよね。なので、あくまでもバランスのいい食事が重要となります。でまたですね、栄養素というのは不足してももちろんいけないんですけども、取りすぎたとしてもまた別の症状の原因になってしまいますから、やっぱりですね、その一つのものばっかり取りすぎるというのはまた問題があるんですね。でバランスのいい食事がですね、簡単に行える食事は、孫優しい食事というものがあります。でこれを守っていただくだけでですね、そのバランスのいい食事ができますので、とても便利なんですね。でこの方法はですね、体にいい食材の頭文字だけを取った言葉で、孫は優しいというそれぞれ頭文字の、食材の名前なんですね。でこれについてはですね、別の動画で詳しくお伝えしていますので、あと下の説明欄にリンクを貼り付けておきますから、そちらからご覧になってください。でまたですね、腸内環境であるとか、ホルモンですね、細胞を傷つける物質についても別の動画がありますので、そちらもですね、興味がある方は後でご覧になってください。そして最後に体の問題ですね。で自律神経症状を考えた時に、食べ物までは考える方がいらっしゃるんですけども、なかなかこの体の問題を考える方は少ないですね。で食べ物のところでですね、お伝えしましたが、内臓にはですね、自律神経がたくさん走っていますし、ホルモンの異常は自律神経症状を作ってしまうんですね。でこれと基本の考え方は同じです。体の問題も、これがあるからやっぱりその自律神経症状を引き起こしてしまうんですね。で例えばですね、背骨のすぐそばには自律神経をまとめた管である交感神経管というものがあります。しかしですね、例えば背骨がずれてしまったりだとか、こういった関節のズレがある場合には、この交感神経管をですね、押して刺激してしまって自律神経を乱してしまったり、血液の循環が悪くなってしまうんですね。この交感神経管がですね、その自律神経によって血管の管理をしていますので、これを刺激してしまうと、ここの神経が管理しているところの血流が悪くなってしまうんですよ。でそのせいで痛みであるとかしびれなどの症状を作ってしまうんですが、この血液の循環が悪くなるというのは筋肉だけではなくて内臓も同じなんですね。ですから、首のレベルでね、その背骨がずれてしまうと、ここにある甲状腺といってホルモンを管理している器官が、その働きが悪くなってしまいますし、胸のレベルのね、この後ろのね背骨がずれてしまうと、結構ここら辺にはね内臓がたくさん詰まっていますから、この辺の背骨がずれると心臓の働きが悪くなったり、肺の働きが悪くなったり、この辺のレベルであればね、胃とか肝臓とか、あるいはその下だと腸とか腎臓であるとか、多くのその内臓が詰まっていますから、ここのレベルの関節のずれっていうのは内臓の働きが低下してしまうんですよね。血流量が減ってしまって血がうまく届かないですから、内臓がうまく働けないという状況になってしまいます。でまた骨盤がずれてしまうと、骨盤内に収まっている内臓である大腸であるとか膀胱とか前立腺や子宮といった、あるいは卵巣といったこういった内臓がですね引っ張られて緊張させられてしまって、血流量が悪くなってしまいますので、これで内臓の働きが弱くなってしまうんですね。でまたですね、内臓が緊張すると内臓へ走行している自律神経も影響を受けて内臓の働きが弱くなってしまいます。でまたホルモンを出す器官がうまく働けないと、これもですねホルモンの分泌異常で自律神経症状を作ってしまうんですね。なのでその関節のズレでね、その自律神経異常が起こって血流障害で内臓が働けなくなって自律神経症状っていうパターンがね、難しいんですが、こういった問題もあるんですよ。そして多いのがですね、頭蓋骨の問題が結構多いんですね。で例えばですね、今までに頭を打った経験であるとか、帝王切開や吸引分娩など、特殊な出生方法でその出生した場合には頭蓋骨のズレをすでに作っている方が多いんですが、頭蓋骨のズレはですね脳の緊張を作ってしまいますので、このために自律神経症状を作っている方がとても多いんですね。で私もね、その整体院していますので、自律神経症状がお困りの方もいらっしゃるんですが、やっぱりね、その自律神経症状がお困りの方って、いろいろされてるんですよ。病院もいろいろ回ったりだとか、他のいろんな整体院回ったりとか、あるいはその漢方であるとか、いろいろ試された方が多いんですが、結構この頭に問題がある、頭蓋骨のズレがあるという方は本当に多いですね。で、そこを改善することで、自律神経異常が改善するという方もとても多いです。ですから、体の問題からも自律神経症状を作っている方はとても多いですので、改善する必要があるんですね。で特にですね、頭痛がある方は頭蓋骨のズレがある方がほとんどですし、肩こりや首こりとか、腰痛であるとか膝の痛みとかね、こういった痛みが
がある方や、もう見るからに背骨にズレがあったりだとか骨盤に歪みがある方は確実に体の問題を解消する必要があります。もうズレがある時点でどこかしらの神経の異常を起こしてますので、今はその症状起こってなくてもですね、いずれそのストレスであるとか寝不足であるとか過労であるとか、こういった問題でですね、これがきっかけとなって引き金となってまたいろんな症状を出してしまいますので、やっぱりそれを未然に防ぐためにもこの解消していくってことが必要なんですね。ですがこの場合の施術にはですね、背骨であるとか骨盤などの関節の矯正だけではなくて頭蓋骨のその施術も必要ですし、内臓の働きや緊張を解消するという施術も必要となってくるんですね。内臓も例えばですね、交通事故であるとかその転倒であるとか外傷系によって内臓が直接衝撃を受けてしまうと、それに緊張してしまって問題を作ってしまいますので、内臓の緊張を緩和するというね、その施術も必要となってくるんですよ。でそうなるとですね、マッサージをね、筋肉をマッサージするような施術では無理ですし、関節矯正だけをするお店でも難しいんですよね。ですので全てを含めた施術ができる整体院を探す必要があります。で私のお店に近い方はね、宮崎とか都城とか、鹿児島のその近いところの方はね、その私が見れますのでいいんですけども、もしですね県外にお住まいの方であるとか通院が難しい方は、私と同じ施術を勉強されている信頼できる先生が、各地方にいらっしゃいますので、各都道府県に全員いらっしゃるというわけではないんですけども、各地方にはいらっしゃいますので、南は沖縄から北は北海道までねいらっしゃいますので、もし体の問題かもと思い当たる方はぜひ私にご相談ください。あなたのお住まいの場所にですね近い先生をご紹介させていただきますね。もしいなかったら申し訳ないんですけども、その各地方いらっしゃるにはいらっしゃいますので、ご紹介させていただきます。ですので自律神経症状のお悩みをあなたがですね、やるべきことをまとめると、まずは病院受診をして病気ではないという診断をもらってですね、お医者さんの指示通りに行動して改善しないかどうかを試します。そこで改善すれば OK です。そして2番、その間にですね、生活習慣を改善して症状が収まるかも同時に行いましょう。もうこれはね、生活習慣どっちにしろ改善する必要がありますので、ストレスを受けている習慣があるんであればですね、私の別の動画でストレスを上手に解消する方法であるとか、ストレスを受けない体を作ることもできるんですよね。だからその辺の動画を試してもらったりだとか、あるいはですね、寝不足だったら寝る必要がもちろんありますし、過労だったら過労を防ぐ必要もありますし、こういった生活習慣改善では絶対必要ですから、これも同時に行ってください。そしてそれが改善しなければ3番、食生活の改善とですね、4番の体の問題の解消がですね、もうその後はもう確実に必要となりますので、病院に行っても生活習慣改善しても改善しないであれば、もうこの問題が絶対ありますから、この2つはどちらも行う必要があります。でもちろんですね、この4つの対策を全て同時に行っていただいてもいいんですよ。これも自由です。ただですね、できるだけその努力を減らしたりとか、その整体院も行って食事も改善して生活習慣も改善して病院も同時に行くというのはなかなか難しいという方はですね、このステップ通りに行っていただくのがいいかなというふうに思いますね。でこの4つの原因に対する対策を行っていただくことで、原因をなくしてですね、自律神経症状を改善することができますので、ぜひ対策を始めましょう。で自律神経症状は今ですね、症状がある方はね、もちろん大変だと思いますが、その症状を放置していると、我慢しているとね、どうなると思いますか？でその場合ですね、原因がどんどん深くなっていろんなところを巻き込んで原因がもっと進行してですねいってしまいますので、その自律神経症状というのはですね、今後もっと進行して悪化していって、そのうちですね、仕事であるとか家事など生活にまで影響を与えてしまう場合もあるんですよ。で実際ですね、私の整体院に来ていただいた方でも、かなり我慢してですね、症状を我慢して仕事もできない状態になってから来られる方もとても多いんですね。あるいはうつ病になってから来られる方もとても多いんです。それならばですよ、まだ仕事や家事ができる今のうちにこの4つの対策を始めておいた方がいいと思いませんか？また動けるうちにね、対策しておいた方が後で仕事ができないと大変ですよ。あるいはその家庭でね、家事ができないとか、もう起きるのも億劫であるとか、こういった状態になるととても大変ですので、それだったら今のうちに対策した方がいいですよね。ぜひですね、まだ症状が軽いうちに、大変だと思いますが、ぜひこの対策を始めていただきたいと思います。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクがありますので、そちらからご覧になってください。今回の内容が役に立ったなと思っていただけたらですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。でぜひですね、これ実践していただいて改善した方はですね、コメントいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。